これは非常に愚問です。言い返します。結婚生活にしてもお仕事にしても頭脳。皆様ごきげんよう、デビー・スカルノです。今回ビビの YouTube に初出演ということで大変楽しみにしております。どうぞよろしく。デビ夫人、本日はよろしくお願いいたします。今回はビビ読者からのお悩みにデビ夫人に答えていただく企画になります。今回は仕事人間関係編ということで、ここにビビの読者からたくさん質問が届いておりますので、早速デビ夫人に聞いていきたいと思います。まずは職場での人間関係についてのお悩み相談が来ています。女性上司との関係で悩んでいます。仕事はすごくできる人なのですが、陰で私含む後輩の悪口を言っていたり、直接嫌味な言葉をかけられたりします。ですが人にこびるのがうまいタイプで、取引先や上司からは気に入られていて評価も高いです。こんな風に自分はなりたくないなと思いつつ、こういう人の方が社会で生き延びることができるのかもと思ったりします。彼女との折り合いのつけ方と私自身の在り方についてアドバイスをいただきたいですという23歳の女性からのご相談です。私のアドバイスが皆様に通用するかどうかわからないんですけれども、私の若い頃なんか仕事で一生懸命で悩むなんていう時間がなかった。仕事に熱中していたらばそんな悩み事なんかあるはずがないんですけれどね。ご自分が仕事ができるっていう自信があったらば、人の陰口なんか聞かないで我が道を行くでいいと思うんですけどね。それとご自分のやってるお仕事が自分が本当にやりたいと思う好きなお仕事じゃないのかもしれない。結局時間ができてしまってそういったものが頭の中に入ってきてしまう。もし自分が夢中になって一心不乱に自分のお仕事をやっていたらばそういった陰口とかなんとか耳には入らないし気が付かないはずなんですね。だからそれは彼女自身がお仕事に身が入ってないのではないかなと私は思います。それと上司との関係に悩むって言いますけれども、上司とうまくいかないっていうことはその上司を尊敬してない、敬うという気持ちがあったら悩むっていうことはない。もしその上司に言われたことを素直に聞いていれば別に悩むことはないんじゃないかなと私は思います。一生のうちにはいろんな方と会わなきゃならないわけですよね。社会っていうのはたくさんの人で構成されている。例えば中国語で社会のことをね、人間って書くんですよ。人間って書いた言葉が中国語では社会なの。それは人と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 人の間が社会。一生のうちにはいろんな方に会う。それフラキシブルにその人たちに合わせていけばいい。頑固に自分の意見、自分の感情を出すじゃなくって周りの人にも合わせていくっていうことも大事だと思いますね。全員を好きになれるわけじゃないし、全員があなたのことを好きになるわけもないし、だからやっぱり自分を見失わないでいた方がいい。ちなみにデヴィ夫人は意地悪な人に出会ったり嫌味なことを言われたりってしますか？言い返します。その場でっていうことですか？そうですね。後で考えてあの時こう言えばよかったな、ああ言えばよかったなってことがあるかもしれませんけれども、言われたら言い返せばいい。言い返すぐらいの気持ちを持ってなきゃいけない。相手に嫌味を言えるものがなかったら、じゃああなたはどうですかって言えばいい。言葉にして言った方がすっきりするし、ご自分の精神状態も良くなると思います。何かを解決しようっていうこともいいことですけれども、もう我が道を行く、なぜかって自分の人生はあなたのものなんですから、他に左右されることはないと思う。万人違うわけですから、それ人それぞれなので、みんなに好かれなきゃ困るとか
みんなを好きにならなきゃならないとかっていうことないわけですから、あの人はああいう癖があって嫌だ、あの人はこういう癖があって嫌だ、あの人はああで嫌だと思いながら、それを好きになるとか嫌いになるとかなくて、気に入った人があればそれはいいですよ、大いに。そういう人だと思って受け入れるっていうことが大事っていうことですね。そうね、で避けたい人は避ければいいし。ありがとうございます。続いてのお悩みに行きたいと思います。こちらは20歳の女性からの質問なんですが、デヴィ夫人は人生で後悔していることはありますか？10代20代のうちに経験しておくべきことがあればそれも教えてくださいということですが、いかがでしょうか？まず第一に後悔するっていうことが悪いことでは何でもない。人間ミステイクだらけですよ。それでみんな学んでいくんですよ。ミステイクすることを恐れてたら何もできない。ミステイクをしたって後悔することがあった、それはそれで勉強になることだからいいことよ。それでどんどん身についていくわけですから。失敗はしてるけども後悔はしていないってことですかね。デヴィ夫人後悔なんかたくさんしてますよ。あなた私の本読んだことない？後悔なんてたくさんしてますよ。あの時こういうふうに声をかけてあげればよかった、あの時こうすればよかった。でも後悔するっていうことは自分が傷つくことですからね。自分が傷つくこといくらあったっていいのよ。そこから学ぶわけですから。人間ね、一生涯勉強ですから、死ぬまで。何か一つ後悔することがあったってね、それでドサンとね、押されてないことよね。後悔なんてあなただけじゃないですよって、みんな傷があります。ない人なんてないと思います。若いうちにこれだけはやっておいた方がいいっていうことってありますか？これだけはやっておいた方がいい？それはたくさんありますよ。もう西洋文学を読んだ方がいい。もう上層の世界が広がりますから。私はもうバルザックの谷間の百合を読めばアンリエット・モルソー夫人になりきったし、トルストイの戦争と平和を読めばナターシャになりきったし、スタンダールの赤と黒を読めばレナール夫人になりきったりね。それといろんなところへ旅行することね。旅行していろんなことを学ぶ。ただね、人間ってね、気が付く人と気が付かない人と分かれるんですよ。いろんな物事に気が付く人、そういう人はね、どんどん飲みますし、どんどん出世するし、もうね、気が付く気が付かないで人生が分かれる。人間にはね、いろんなチャンスがね、必ず舞い降りてきてます。それをつかむかつかまないか。どういう人が気が付かないかっていうと、人生の目的を持ってない人、人生に目標のない人、あと使命感の持ってない人、そういう人たちが来たチャンスだって気が付かないで見過ごしてしまう。チャンスに気づく力をつけるっていうのが大事っていうことですか？そうですね。もうとにかくスポーツもいろいろやってみることもいいし、いろんなところ旅行していろんな人と触れることもいいし、ヨーロッパではね、人間は2つに分かれると、羊飼いと羊の2種類に分かれる。羊は年がら年中追われている。羊飼いは羊をリードしている。恋愛にしても結婚生活にしてもお仕事にしてもやっぱり頭ですよね。頭脳っていうのは磨かれなければならない、知らなければならない、体験しなければならない、そういうものが蓄積されて本能とぶつかり合って何かを生むわけですから。それととにかく人生は1回だけですし、人生そんな短くないです。長い人生においてやっぱり毎日ワクワクドキドキしている生活は生きている。皆さんは毎日を生活してるでしょ。この差分かります？毎日生活している人と毎日を生きている人。続いてが最後になります。26歳の女性からの質問です。ズバリ、お金、美しさ、賢さ、人生で一番大事なのはどれだと思いますか？これは非常に愚問です。この中で一番大事って言ったら賢さでしょうね。賢ければお金は手に入ります。賢ければ美しさも取れます。やっぱりいろんなことに対して聡明でなければダメ。美しさだって聡明であればしてはいけないこと、しなきゃいけないこと、どうすればいいかっていうの分かるし、お化粧の仕方だって分かるし、どんなお顔でもお化粧の仕方で美人に見えますから。でも
生まれつきの美しさに比べたらばそれは比較したらダメかもしれませんけれども、その人の個性に合ったことをしていれば綺麗に見えます。見た目も大事ですけれども、まず清潔感あふれていればどんなお顔でも綺麗なはずです。ありがとうございます。今回は仕事人間関係編ということで、デヴィ夫人にさまざまなお悩み相談に答えていただきました。次回の動画はリビ読者が気になって仕方がない恋愛編ということで、まだまだ聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。次回を楽しみに。蛙化現象なんですか？ゲロゲロ。まず第一に人を愛するっていうことは苦しみが始まることですからね。愛って苦しいですよ。もう一息つくことにその人のことを思っている。それぐらい辛いことよ、人を愛するって。